球の皆さんこんにちは、ゲスくんと申します。今日は前回に続いてまたウルトラマンデッカーの放送からがっつりと時間が経っているので、ネタバレの心配もほぼないということで、デッカーに登場した新操獣ネオメガスとウルトラマンダイナに登場したハイパークローン怪獣ネオザウルス、この2体について比較やら何やらいろいろやっていこうと思います。まずこのデッカーの第10話に登場したネオメガスの元ネタというか、おそらくモチーフになったであろう怪獣がダイナの第16話に登場したネオザルスという怪獣です。このハイパークローン怪獣ネオザルスなんですけど、 TPC の大友博士という人物が設計した怪獣です。どこかの無人島でスヤスヤしていた怪獣にいろんな怪獣の遺伝子をぶち込んで創造された大友博士曰く最強の怪獣です。でその中に羽次郎の知的遺伝子を入れて、それによって人間の言うことを聞かせよう的な作戦だったんですけど、いろいろあってそれを組み込む前に起動させることになって暴走ハッスルしてしまってダイナと戦うことになるという流れでした。大友博士が最強とドヤるだけあって本当にめちゃくちゃ強くて、かつてウルトラマンティガーを苦しめたシルバゴンという怪獣がいたんですけど、そいつの弱点をなくして品種改良されたクローンシルバゴンでさえネオザルスにはボコられてカマセにされていました。ダイナとの戦いでも終始優勢で、ダイナを敗北寸前まで追い込んだ強豪怪獣で、今20代後半から30歳くらいの当時のキッズたち的にもレイキュバスとかネオジオモスとかと並んで印象に残っている怪獣だと思います。そして何よりもかっこいい。ゲツくんも大友博士に頼んで IQ1 万のメフィラス星人の知的遺伝子を組み込んでもらいたいです。一方の新操獣ネオメガスは元 TPU の怪獣研究の天才重永真紀という人物が10年前に洞窟で発見した怪獣の化石にいろんな怪獣の遺伝子をぶち込んで生み出したクローン怪獣です。キングゲスラとサドラという他の怪獣をボコって圧倒的戦闘力を見せつけました。ここまでの設定はネオザルスもネオメガスもほぼ同じで、鳴き声も見た目も似ていて胸から必殺技を出すのも同じなんですけど、一番ネオザルスとネオメガスで違っていた点は、ネオメガスは完全に人類の手によってコントロールできているという点でした。ネオメガスは怪獣を倒すだけ倒して、その後は矛を収めておとなしく帰宅する優等生です。知的遺伝子をぶち込む前だったとはいえ、生みの親である大友博士を踏み潰してしまったネオザルスとは全く違いますね。ネオメガスは手乗り重長まで披露できるほどコントロールできています。ただその代わり目に正気がないし、力も若干抑えられています。この手乗り重長と手乗り貝崎の対比良かったんですけど、これ正体バレ散らかしてない？でその後デッカーと戦っている途中にそれほどのコントロールを可能にしている制御装置をガッツセレクトに破壊されて暴走ハッスルしてしまって力が解放されてしまいます。ネオザルスがモチーフになっているだけあって、ネオメガスもかなり強い怪獣で圧倒的なパワーやウルトラデュアルソードを食らっても仕方できるほどの耐久力、セルジェント光線以上の熱線もぶっ放すことができます。ゲツくんも重永さんに制御装置作ってもらって強制的に動画を毎日投稿させてほしいです。ちなみにこの2体身長は10メートル以上ネオザルスの方が大きくて、体重に至っては3倍の差があります。とはいえ2体ともウルトラマンを追い詰めた強豪で、ネオザルス対ダイナは追い詰められたダイナが持ち前の根性で持ち直してえげつないパンチをぶち込んで形勢逆転していましたけど、デッカー対ネオメガスはまさかのデッカーがガッツホークと合体しての形勢逆転という激アツ展開でしたね。この回自体はダイナのエピソードをモチーフにしつつも、この展開は羽次郎がデッカーの正体を知っているからこそできる展開で、しっかりとオリジナリティがあって素晴らしいと思います。てか改めてガッツホークでかっ。戦闘機とウルトラマンが並んだ時の昔のサイズ感に慣れていると若干違和感がありますね。でこの2体の怪獣たちを作った天才たちなんですけど、この人たちって別にそこまで圧倒的に間違ったことをやってないと個人的には思っていて、そりゃ怪獣をコントロールできているのとできていないのだったらできていた方がいいし、そのために研究して努力すること自体は決して悪いことではないと思っています。やり方と目的は違いましたけど、ウルトラマンガイアに登場するウルトラマンアグルに変身する藤宮とかも同じようなことをやろうとしてましたよね。
だからなんかもっとお互い冷静になって解決できなかったのかなと思ってしまいますけど、でもそしたらウルトラマンと怪獣の活躍を見れなくなってしまうので元も子もなくなってしまいますね。まあこうしてグレゴール人に続いてネオザルスモチーフの怪獣も登場してダイナ要素を盛り込みつつもしっかりデッカ独自の展開もあって本当にウルトラマンデッカ面白いですよね。本当に今後が楽しみです。いやー本当に楽しみですね。ネオメガス倒せて本当によかったよかった。ダイナの第16話の方もまだ見てない方もしいらっしゃいましたらぜひ見てください。16話をっていうかまあこれからもダイナ要素たくさん出てくると思いますのでもう全部見てほしいです。月くんの動画も全部見てほしい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。